はい、皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。コージーコーナーの渋栗モンブランを今描いています。絵を描く工程はこれです。特にこの書き込みは見ていて楽しいですよ。みるみるね、絵がリアルになっていく様子をぜひご覧くださいね。今回は実況風に話しながら進めようかなと思っています。字幕が出ると思うので、いらないよっていう方はこれらのボタンをオフにしてみてくださいね。今、下書きをしています。使っているブラシは鉛筆です。モンブランの一番難しいのは何といってもこのクリームですよね。この麺みたいな複雑なやつ。これマロンペーストっていうらしいですね。これを下書きではどう描くかというと、もうね、一本一本描くしかないんですよ。これにね、ショートカットはありません。ひたすら面を描いています。はい、下書きができました。約45分かかりました。いいペースですね。はい、線画を描いています。ブラシは引き続き鉛筆です。下書きを描いたんだから、線画なんていらないんじゃないって思う方もいるかもしれませんね。確かにそうですね。要領がいい絵描きさんだったら、ここで線画なんて改めて描かない方もいるんじゃないかなと思います。私の場合は、この線画を絵のガイドラインとして使います。とはいえ線画は最後には表示させないのでちょっともったいない気もするけど、結果的に効率的に進めることができるんじゃないかなと思っています。はい、線画が完成しました。30分かかりました。ここまでの合計時間は1時間15分くらいですね。色の下塗りです。ブラシはマーカーを使っています。マーカーは広い範囲をフラットに塗れるし、不透明度を薄くするとこんな感じで画面で色が混ざるんですよね。これすごく重宝しています。不透明度を 100% にしておけば、こんな感じでマットに塗れるし、下塗りには本当に便利なブラシなんですよね。で、素材写真を見るとわかるんですけれども、今回ね、光の状態が結構複雑なんですね。これ自分で撮影したやつなんですけれども、左から自然光、冷たい色の光が入ってきていて、右からは部屋の電球の明かり、暖かい色の光が入ってきてるんですね。同じ色の素材の上に違う色の光が乗っているので、下塗りの色を選ぶのはちょっと難しいかなって思います。そこは書き込みで考えるとして、ここではこの辺が中間の色かなっていう色をとりあえず適当に置いておきます。はい、下塗りが完成しました。45分かかりました。ここまでの合計作業時間は約2時間です。書き込みです。ブラシはマーカーと鉛筆を使い分けています。まずは頂上のマロングラッセから書き込んでいます。だいたいいつも上から仕上げていくっていう癖があります。そういうのってありません？なんかこっちから仕上げるとかこっちから仕上げるとか、むしろ下から仕上げる人とかっているのかな？きっと全体的に徐々に仕上げていくよって方の方が多いかもしれませんね。このマロンペーストを書き込む前に左右の光の色をざーっと大体入れておきます。ここで色の下地を作っておくと、この後の色選びがとても楽になるんです。そこから直接色を拾って、それを基準にシフトさせて色を選べばいいんですね。例えばですよ、ここに明るい色を塗りたいって思った時に、近くにこの近い色があるので、その色を指で長押しして選択。そしてこの色を基準に明るい方向にシフト。はい、簡単に色選びができました。色の下塗りをしておくっていうことは、こういう点でもとても重要なんですよ。マロンペーストをどうやって書き込んでいくかちょっと悩んだんですね。全体を徐々に書き上げていくのか、それとも1本ずつ仕上げるのか、結局ブロックごとある程度の塊で書き上げていくことにしました。理由はですね、ブロックごとで色味とか色相が若干違うからなんですね。こんな感じでね、マロンペーストが半分ほどできました。テクスチャーを入れておこうと思います。マロンペーストはザラザラしてるんでね、そのテクスチャーを入れていきます。具体的なテクスチャーの入れ方を見たい方は、超低速イラストメイキングっていうものも用意しているので、そちらで見てくださいね。どんな風にやっているのかっていうのがじっくりと見れますよ。はい、ここで素材写真について少しお話をしようかなと思います。私は基本的に素材写真を模写します。いろんな写真のスタイルがあるんですけれども、食べ物の場合は大きく分けて2種類かなというふうに思っています。それはちゃんとした機材と照明でしっかりと撮影されたプロっぽい写真と、自分のカメラやスマホとかで撮影した、言ってみれば適当なもの、こ
この2つに大きく分けられるんじゃないかなと思います。ちょっと面白いんですけど、自分で撮影した適当な写真を絵にする方がよりリアルに見えることが多いです。不思議ですよね。これはね、多分自撮りの写真の方が日常的なものだからなんじゃないかなというふうに思っています。日常的に目にするものを絵で再現する方がリアルに見える。プロが撮影したものっていうのは非日常な感じで美味しそうには描けるんですけれども、自撮りの写真はよりリアルに描けちゃうんです。面白いでしょ？この話についてはまた別の機会に詳しく話そうと思います。ということで、絵ができました。合計の作画時間は6時間15分でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画が面白かったら高評価ボタンをお願いしますね。高評価が多い動画はもっと多くの人にお勧めされるんだそうです。皆さんのコメントもお待ちしていますね。応援してもいいよという方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。